こんにちは、鎌倉インテルの橋本です。この企画はクラブのアドバイザーとフットボール DX オフィサーを務める私がパートナー企業の皆様にお話を伺う企画です。今回はエンゲージスクエアド様株式会社様よりジャパンカントリーマネージャーのマイケル・キャシェン様いけました、はい、ジャパン CO カントリーマネージャーのつい様にお話を伺います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。エンゲージスクエアダさんはデジタルコンサルティングサービスの提供やシステム開発を手掛ける企業ということですが、お二人の自己紹介と企業紹介を簡単にお伺いできればと思っているので、マイケルさんからいいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。弊社エンゲージスクエアダは、親会社がオーストラリアの会社で、はい、3年半前に日本で支社を作って、3年半前、はい、2022年そうですねの春に私とノブさん2人で始めて、はい、でそこから、ビジネスを展開しています。でやってる仕事は、M365 マイクロソフトのクラウドのプラットフォームを、専門に、コンサルティングさせていただいています。でその中で企業の働き方改善とか、ビジネス向けのアプリケーションとか、その開発とかそういうのをやっています。コンサルティングって企業側としたらどういうことをコンサルしてもらうことが多いんですかね。はい、最近ですと、もう多分ニュースをつけるたびに AI ということが出てきますけど、企業にとってもその AI をどうやって導入して、みんなのその社員の働き方を改善していくか非常に大事なポイントで、その辺の、導入のサポートとか定着化とか、その AI を活用したツールの開発をやっています。じゃあ逆に言うとその企業さんがどういうことを求めているかも調べてあげて、そこに合う AI とかの使い方を教えてあげるっていう。そうですね。その業界によって全然使い方、そうですね。外回りの会社でしたらどうやっていかにその例えば通勤中とか移動中の時間を活用するとか、もう非常にお客様とのミーティングが多いところだったらどうやってミーティングのメモを効率よく作るとか、いろんな場面がありますけど、そういうのをお客さんごとにもう本当にコンサルしながら話題を聞き出すところからやっています。そういうのって結構もうがっつり入り込む感じなんですかね。付き合い方いろいろありますけど、結構、この辺はノブさんが得意ですけど、そのやっぱり外から押せないので、中には状況を変えたいキーパーソンを見つけて、その人と一緒にプランニングして、もうコンサル会社が全部言うじゃなくて一緒に考えて一緒に動く伴走するような形ってことですね。まさに伴走支援が多分一番弊社が得意としているところだと思います。ありがとうございます。で従業員の方も日本人だけではなく結構多国籍で、今日本では16名の社員がいますけど、9人が日本人で、日本人以外ですとアメリカ人、イギリス人、フランス人で、僕はニュージーランド、であとオーストラリアもちろん最後ですけど、でまた来年の1月にもベルギー人が入社が決まって、もう本当に多国籍な感じ。そのいろんな人種というか国の人じゃないですか、それは何がきっかけで国が違うんですか。基本的にはみんな僕に惚れて入社して、僕に惚れてね、違う方がいいと思うんですけどつながりがその国が違っても日本で出会うんですか、それとも今回は、11月入社した人は初めて海外から読んだんですけど、あとは日本にすでに来てる人ですね。皆さん日本語が結構喋れるものなんですか。日常会話はみんな喋れて、一部の社員は仕事英語でやってる社員もいて、で一部の外国人の人でも日本語で仕事してる人います。いやマイケルさん日本語がうますぎる僕よりうまいですか。僕よりいやだって僕の伴奏って言ってすぐってなかなかそんな反応してくれる人っていないですよね。漢字もめっちゃ知ってますよ。漢字もいけるんですか。なんとか読めます。最近重賞ぐらいしか書けないですけどじゃあもう新聞ちょっと読んだりもされてた。読めます。毎日日経新聞読みます。日経新聞、日本人でもあまりねちょっと読めない人もいますよね。何書いてあるかわからへんみたいなね。すごい。じゃあ辻さんもいいですか。よろしくお願いします。お願いします。
コーカントリーマネージャーの辻です。はい辻野信之です。で、僕は自己紹介ですよね。はいマイケルと共に2022年にこの会社を始めました。で、僕、バックグラウンドをお話しすると、もともと大きな外資系のコンサルティング会社に20年ほどいまして、でそれで、その中でグローバル系のことをずっとやりたいって思って生きてきて、で大学もイギリスの大学行ったりとか、でその前職時代もフィリピンに1年、オーストラリアに1年、あとニューヨークに4年いたりとかして、なんで、海外で何かできる自分になりたくて生きてきました。で、2016年から2020年までニューヨークいたんですけど、帰ってきてその会社を辞めるんですけど、新しいことをやりたくて、もともと友達だったマイケルと、コロナ禍で再会して、でマイケルがこんなことをやりたいんだっていうのがこのエンゲージスクエアの原型で、ただ僕最初はいや無理でしょうと、オーストラリアのコンサルティング会社、マイケルがなんかできるわけないよねって思ってたんですよ。けどマイケルめっちゃいいやつなんですよ。で僕も新しいキャリアグローバルっていうところで差がつくじゃないですけど、オーストラリアの会社作ってみたみたいな。オーストラリアの会社を日本で作ってるそうってことですね。をやったらおもろいかもなってちょっと思って、でめっちゃいいやつなんで、マイケルとなら楽しいかもって思って、すごいかっこいい戦略があって、ピカピカに始めて、お金を集めてどうこうのスタートアップではなくって、なんかおもろいことやってみようで始まった感じが僕のエンゲージスクエアの始まりです。それが2020年。2022年。もともとそのお知り合いだったのは何年前からなんですか？それは、その前職時代に2007年に僕オーストラリアのプロジェクトに行くんですけど、そこに日本からそのプロジェクトに来ていた日本語がペラペラのニュージーランド人としてマイケルがいて、日本からオーストラリアに行く、そうですね。なんで僕ら2人とも日本からオーストラリアに行って、でそこで出会って、じゃあその時に一緒に共同で仕事をされて、そうですね、すごい大きな仕事プロジェクトをやって、でそこで終わった後は一旦お友達としてそこから付き合いが始まったってことですか？Facebook でたまにお互いの近況を知るぐらいな感じ。あとたまにおしゃれが友達遊びに来ると、そうですね。なんかたまに夕飯2年ぶりに夕飯一緒に食べる。そのぐらいの。ただ、その僕がニューヨークから帰ってきたのはニューヨークに行ったんですけど、2020年でコロナ禍で帰ってきて、なんか新しいことやりたいけど、なんかその人ってどうやって会ったらいいかわからんコロナ禍だったので、マイケルならいいかなと思って会ってみたらこんな話があって始まりです。そうなんですね。でもちょうどコロナの時に、日本帰ってこられた、でも日本にそのままいらっしゃったところですよね。でコロナの時って結構会いにくかったじゃないですか。めっちゃ会いにくかったです。そこでなんでコンタクト取るきっかけは何やったんですか？最初僕が、そのコンサル会社、僕も新卒で入った同じ会社で、OB のメーリングリストがあって、何千人か入って、で僕が多分年末ぐらいにこのオーストラリアの会社の、日本支社を立ち上げます、でコーファウンドを探してますっていうのも、そのオーストラリア側のその預金たちには一人でやらない方がいいよってパートナーをつけた方がいいんじゃない探して、でも50-50で、もう信頼できる人と、おそらく日本で外資としてやる以上日本人がいいんじゃないか、そのぐらいの要件しかなくて、でその3000人のいる OB に投げたら返事が1人だけ返事1人だけで、別にやりたいっていう返事じゃなくて、とりあえず久しぶりに飯食おうよっていうだけで。でその飯で無理だよって散々90分ぐらい言われた後、ちょっと2、3週間経ってからもう一回、よく考えたらでもなんか面白そうやねって、そういう感じで、すごいなんで全然ピカピカストーリーではないんですよ。そうね、僕がその場でなんか30ページある戦略とか見せたわけじゃなくて、もうふわっとこんなんあるんだよみたいな、どうやっちゃえみたいな。じゃあその3000人に送った時もちょっとふわっとした送り方されたってことですね。いやもうこの会社の支社作ります、どうですかみたいな、興味ある人みたいなんで言ったら、辻さんがなんかマイケルわけわからんって言うとるわと思って、でまだちょっと聞いたろかぐらいの、で球投げられてるからコロナ禍でもじゃあ会ってもいいんだっていう感じもあって、ちょっとアクションが取りやすかった。取りやすかったです。そこであったね、なんだっけ、天王洲ワイルドの肉食いました。
じゃあそれもすごい印象に残ってるわけですね。まあ振り返ると、はいたった2022年に始め、まあ、ちょうど3年ですけど、はいまあ、始まりはそこだったなっていうのを思い返してみるとっていう感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこう今自己紹介をしていただきましたけど、ここから少しずつ中身の方に入っていきたいなと思うんですけど、お二方にはねインテルのはいウェアを着ていただいてますけどはい、しかも限定バージョンでここに弊社の名前を入れて、エンゲージ、はい、スクエアのいやこの鎌倉インテルとの、まあ、きっかけって言ったらどういうのになるんですか？きっかけは、これまためっちゃパーソナルなんですけど、はいまあ鎌倉インテルの山本さんと僕は前職時代のまあ同僚で、はいとても大変なプロジェクトをいっぱい一緒にやった、まあ、仲間はいで、彼が、まあ、その会社を辞めていろんなことをやっていく姿を僕を見ていて、はいで僕はその会社に20年いたんですけど、まあ、彼は彼なりのこのグローバライゼーションとか、サッカーとか、まあ、あとは世界一周回ってみたりっていう中で、僕も一緒に何かやりたいなって思う、まあ、ずっとあって、ただ僕らしい関わり方をしたかった。で2022年この会社を始める前も実は相談した人の一人が、まあ、彼でこんなんやるけどどう思うみたいな、大丈夫でしたその時？いや大体ノリでええんちゃう。僕はどっちかというと同じ会社に20年いたんで、ゼロから何かやるっていう時に多分後押しが欲しかったんですよ。背中を押してくれる人、で彼はいろんなことをやっているから後押しをして、まあやってみたらみたいな。でそこに僕の中でイメージにあったのは鎌倉インテルもそうで、鎌倉インテルも本当に01で始めてるじゃないですか。じゃあ鎌倉インテルのように僕らもそれを鏡として01にすることができるかなっていうのもちょっと思ってたのもきっかけで、ただこれもさっきの最初の半年間はほぼ仕事がなかったんです。その時にこの姿は思い描けなかったので、僕らが成長したから、まあ、スポンサーって、まあ、こういう形もそうですし、スタジアムの、バナーもそうですけど、にできていった。なんで鎌倉インテルの成長とともに僕らの成長もちょっとずつしながらやってるっていうのがあります。もうインテルもそれほどこうスタッフが多くない、で先ほどメンバーも少数精鋭だと思うんですけど、なんかそういう状態でやっぱリンクするところの感じるものがあるっていうことなんですね。やっぱなんか鏡があると、よもけんできるなら俺もできるみたいなのも、なんか僕の中ではあって。じゃあ鎌倉インテルがスタジアムまた新しく作ったじゃないですか、ああいうのを見ててどういう印象を受けてるんですか？スタートアップマインドからすると、01できるんだ、2回も、もっとで僕はこうなんかこう感じるものがいっぱいあって、だったら僕も壁って越えればいいと思ってるので、なんで僕たちも壁を越える歴史を今作れてるので、でですね、その壁を越えてる話で少し、すごい大きい話がありまして、マイクロソフトの、まあ、パートナー企業として僕たちお仕事をしてるんですけど、マイクロソフトが毎年こう表彰する制度っていうのがありまして、でそれは世界の企業さんをってことですか？パートナーの世界の表彰がまず一つあります、で実はオーストラリアを中心として今年、世界である部門のナンバーワンを取りました、でこれは120人のグローバルの会社が取るのも、まあ、素晴らしい世界なんですけど、けどオーストラリアはまあ10年ぐらいの歴史があって、オーストラリアを中心に新しいことをやってるからあるんですけど、でこれ受賞は1回目ではなくて2回目なんですけど、日本が3年目にして、マイクロソフトジャパンパートナーオブザイヤーの中のコパイロット&エージェント部門っていう、さっきマイケルからお話のあった AI のマイクロソフトが今一押しの部門でのナンバーワンという表彰をいただきましたと。でこれおめでとうございます。サッカーでいうと、僕一生懸命考えてるんですよ。これをどう説明すればいいかっていうのを、どうリンクさせるかですね。鎌倉インテルが天皇杯で優勝する感じなんですよ。それえぐいっすね。ジャイアントキリング。ジャイアントキリングのレベルでも言っても今7部なんで、7部で J1 のチームに勝つっていうことですからね。って僕は勝手に思っていて、どういうことかっていうと、それを受賞す
してる企業って、は例えば3万人とか何万人とかっていう会社、そうですよね。あとマイクロソフトパートナーで日本で20年も30年もやってる会社が何年連続取りましたみたいな賞なんですよ。そこいきなりそこを3年目のさっきのきっかけの会社がポコッと取るって、それは一番何が評価されたとかって分かるんですか？そのコパイロットっていう製品の、はいマイケルが言ったその AI の利活用推進というところで、僕的には、多くの人が製品を使わせようとするんですよ。使わせようとする。はいけど僕たちのアプローチってみんなが使いたくなる仕掛けだとか、仕組みだとかイベントだとかっていうのを盛り込むと、なんか面で物を渡して使わせればいいではなくって、みんなが自分ごと化して使う世界っていうのを僕は作り上げようっていうのをやってみたいな、使ったらどうなるんだろうってちょっとワクワクを与えるような。で、今キーワードが出ちゃったよ。そうなんです。言っちゃいました。ワクワク。よかった。今言ってたイベントの中は、弊社のその社員1号で入ってくれたウルムさんがいるんですけど、ウルムさんが考えたそのイベントの名前がワクワクなんちゃら。ワクワクワークショップとか、ワクワクプロントソンとか。でそれを言うだけじゃなくて、もうその空間もね、その全員に同時に、じゃあ最初今から行きますよ、朝9時ですよ、もうみんなが来て、なんだろうこの今日のワークショップはつって、みんながシーンとして、じゃあみんなで行きますよっつって、ワクワクワークショップっつって、もう朝やるんですね。で、手挙げへんやつはもう一回。で、もう一回、そうまさに。もうそのテンションで来ると、これちょっと今までのワークショップと違う雰囲気だねっていうのはみんな。そうですね、空気感をまず作って、アクションが取りやすい、じゃあ挑戦していいよねって、楽しんでいいんだよねっていうふうにするってことですよね。で、結構テーブルで違う部署の方が同じテーブルに座って、そのワクワクの前はみんなシーンとなんかパソコンに座ってるけど、その後はもうこれ以上恥ずかしいことは今日はないから、その練習しゃべろうとか。コミュニケーションも取りやすい。特に部署が違ったら、最初ねちょっと気まずいわけじゃないですけど、なんか顔は知ってるけどコミュニケーション取ってない人らがそれをきっかけにツールをつなげるっていうのもしてっていうことですね。すごい。でそれを鎌倉インテルを鏡にしてくれてるんですか？僕個人はそうで、でもう全然上行っちゃってると思うんですけど、今の表現でいくと取れると思ってやると取れる何かってあると思うんですよ。なんで僕は社員のみんなにこれを取るんだぞとって言いながら、取れたので、そうするとまた次の世界が見えるんで、そういう成長って思ってるんで、僕たちの鎌倉インテルさん的な期待値は逆に言うと、もっと行こうぜ。いや、すごいことを言っていただいてますけど、僕らはちょっと足踏みしてます。頑張りたいですね。一歩一歩だと思うんですよ。だから僕らが育てば鎌倉インテルも育つ。そうですね。育てば僕たちも育つっていう、なんかこう一緒に育ちたいっていう。一緒に育つためにコンサル入ってもらった方がいいのかな。今の話聞いたらちょっと僕らもねフェーズを変えないといけない。もしかしたらそういういろんなグラウンド作ったりとか、そういうアクションもあるし。でもっと現場としての強くなるっていうところはまだちょっと課題は僕らも感じているところがあるので、そこをね一緒に考えていただけたら、ぜひ共に戦ってもらえたら嬉しいですよね。いいキーワードです。じゃあちょっとあとインテルユニを本当に来ていただいてるんですけど、社員全員分をプレゼントしたということですね。でなんかなんでそんな本気で応援したいのかみたいな。これはずるい僕たちがどっかにいて、僕かもしれないですけど、やっぱ社員の一体感を出したいんですよ。でそれに際していろんな国から来てるっていう紹介もあったんですけど、なんか一つのものアイコンが欲しくて、でみんなで同じユニフォームを着て、みんなで集合写真を撮ってみる、その写真がすごいみんな笑顔で、っていうのがスポンサーをしてる、そして一緒に成長してる鎌倉インテルと僕たちだからっていう色を出したくて、このユニフォームはその日本のメンバーだけじゃなくて、オーストラリアの CEO、CO もこれ持ってて、そちらにも送った。毎年8月に全社員が集まるイベントっていうのがあっ
ってオーストラリア、ニュージーランド、バリ、日本から従業員が集まって、9割ぐらいのメンバー集まるんですけど、そこでアワードの発表の時とかに CEO にこれを着せて、これでその今年のアワード、社内のアワードの発表をするとか、でスポーツ好きな子たち多いんで、やっぱりこういう形で会社がこうやってるのは日本のみならず、オーストラリア、ニュージーランドの子たちの、言葉で言うとエンゲージメントっていうんですかね、につながる、だからそういう応援したいっていうよりわがままに僕がツールとしてエンゲージメントの何かとして使ったっていうのがあるかもしれないです。でもサッカーはそういう意味では共通ワードじゃないですけど、どこの国でもやってくれてるっていうところがあるので、いいですよね。なんでオーストラリアの子たちからしたら、日本が始まった3年でサッカーチームのこういうスポンサーチックなのをやってるっていうのは、そういうモーメンタム作りっていうんですかね、としては価値がある何かかなというふうに僕は正当化してやっております。でいいかな。いや、じゃあちょっとマイケルさんにもお聞きしたいんですけど、代表のマイケルさんは、今日本人半分いて多国籍っていうところで、国も違う、若干文化も多分違うと思うんですけど、その中で価値観とかこう合わせたりとか、そういう工夫って何かされてるんですか？最初ノブさんとやりだして、最初の方は結構そういう社内の文化とか、そういうのに結構気をつけなきゃなっていう話をよく2人でしてて、でそれが採用において多分一番、そうですよね、一緒に働きたくないやつを雇わないっていうのは、そこは結構しっかり、できたかなと思っていて、で入ってからは多分まだ小さい会社っていうのもあるんですけど、割とルースな感じ、そもそも日本にいながら別に日本の企業っぽくないかなと思います。で仕事ができる、もちろんレベルはあるんですけど、ジュニアの人でもミドルシニアでも、言われたことはちゃんとできて、であんまり細かくマネージしなくてもできるようなチームを、個人個人がプロフェッショナルとして動けるようにしていて、そうすると、中は変なジョークを飛ばしながら仕事してるけど、仕事やってる時はちゃんと集中してプロフェッショナルとしてやってるっていうのが。じゃあもう採用時点でそういう人間性を優先して取ってる、でも背景の文化って結構違うじゃないですか。そういうのでこう言い合いというか、ディスカッションになったりはしないんですか？そういう文化ではそうなってなくて、例えば、みんなでよくご飯とか食べに行くんですけど、その時にはまずじゃあ参加したくない人は参加しなくていいよ、別に強制じゃないよ。で来てからなんか静かに食べて飲んで、もうそれで十分な人は別に無理やり会話参加しなくていいし、もうみんな隣でめっちゃ、でこれ言っちゃうとあれですけども、アメリカ人がめっちゃ隣で騒いでるのを横で見るイギリス人は静かにバカだなって思って、でもこれ見る方で見る方として楽しいし、バカ騒ぎしてもバカ騒ぎ楽しいし、別に飲み会に来たらもう一気飲みしなきゃとか、そういう変な押し付けるんじゃなくて、みんながそれぞれのなんかやり方で参加する。でもそれが社風というかスタイルってことですか？個人重視するスタイルですね。なんか僕アメリカで働いてた期間があった時って、すごいカルチャーを意識したんですよ、すごいダイバーシティのあるニューヨークだったっていうのもあると思うんですけど、逆にカルチャーあんま意識してなくて、こう意識してる感じがします、僕たち今ちっちゃいので。なんでアメリカから来てるって言ってもそれぞれバックグラウンドも違うし、考え方も違うので、なんで子として話す、子として接するっていうのがぐるっと回るとなんか最近正解のような気がしていて、いろんなバイアスはあるかもしれないですけど、仕事ゴールが一緒だっていうのもあるし、こういうカルチャーを作るのもそうだし、なんで、すごい個人的に勉強になりました。僕も今ライセンス、指導者のライセンスを取りに行ってるんですけど、トップの J リーグでやろうと思ったら、外国人の選手が今はもう5人起用できたりとかしてくるんですよね。で国も結構幅がだいぶ広がってきてて、アジアだけじゃなくてヨーロッパだけじゃなくてアフリカとかで、南米、中南米っていうところもある。じゃあその選手たちが結構同じ国じゃないのも混ざって日本人と一緒にやるっていう状態なので、どういうところで統一したらいいんだろうってちょっと思ったんですよ。でも今みたいにこう見るっていう考え方は本人と
チームっていう、まあ、目的は一緒じゃないですか。タイトル取りたいとか、はいこういう目的があってみんな集まってるわけなんで、でみんなプロフェッショナルなわけなんで、はいでもその視点でやると尊重するわけですよね。そうですね。はいまあ、あとは究極体がここにいるんですよ。は日本ではいめちゃくちゃ活躍してる海外から来て会社を作って何かをやるってすごいチャレンジだと思うんですよ。なんで僕マイケルと一緒にやりたいと思ったのも、こういう人が日本で活躍できる成功する姿を作るのは、より、まあ、日本の少子高齢化とか言ってる世界で、みんな日本を愛し日本で働いてくれる人たちの場所を作りたいと思ったんで、そのためにこの鏡が、僕が言うと薄っぺらいんですけど、マイケルがいるといい世界観が作れるかな、実際やってる人がいるわけですからね。進んでもう何年も何年もその挑戦をし続けて、実際会社を作って3年で表彰される会社になったの代表ですから。鎌倉インテルもね、クラブウィズアウトボーダーズっていう、まあ、掲げてサッカーを通じて世界とつながるっていうのを目指してるんですけど、まあ、そういうところでなんかこう表彰されて、まあインテルもできるだけこう地域と一緒に動いたりしてるんですよね。でもなんかその中で人数が少ない中でこう最大化するパフォーマンスを最大化する方法、逆にインテルにアドバイスすることとかってなんかないですか？皆さん楽しんでますか？楽しんでますか？なんかこうちょっと半割れでいやなんか、まあ、僕が鏡にしてるっていう、僕がエンゲージスクエアのみんなが楽しんでることをすごい大事にしたくて、やっぱりこの目標をターゲットとかってそれを達成しなきゃいけないっていうのはあるんですけど、楽しく達成したいんですよ。ボロボロになって達成したとて、行きたいの空にその向こうだったりするじゃないですか。続かない。そうなんでシンプルにみんながいっぱいプレッシャーはあるし、いっぱい辛いこと思いもよらないことが起きるんですけど、楽しむって大事なふわっとしてますけど、気がしてます。で僕はその前の会社20年いましたけど、なんか辛かったなとかだから乗り越えたなっていうのはあるんですけど、それより残るのは楽しかった思い出なんですよね。だから社員のみんなも、あと鎌倉インテルの皆さんも楽しかった思い出をなるべくハイライトするとか、なんかステップバックしてそういうのが僕は大事かなと思います。マイケルさんはどうですか？なんか僕らにアドバイスするとしたら、まあ当たり前のことですけど、小さい組織って、動きが速くないとダメかなと思う。で、まあ、これもちょっと僕さっき調べたサッカー用語をちょっと言うと、ツートップじゃないですか。でノブさんが何かを決めて、決める前に僕に相談するかというと、もう自分でもうやりたい、例えばこのイベントやりましょう、マイクロソフトの会話の中で、僕が出てない会議でマイクロソフトのマーケティングで、ね、こういうマーケティング依頼できますかって、多分おそらくそこら辺の会社じゃちょっと本社に確認してとか、じゃあちょっと上司に確認してとかなんか言うんですよ。パートナーに確認してからってね。もう彼はじゃあやろう言っちゃう。だって 0.1 秒ぐらいでやろう。で基本的に言われたこと1回やってみよう。でダメだったらもう2回やらなきゃいいし、で楽しかったらもっとやればいいし、なのですぐ決めるっていうのが大事。でツートップで倍速で決められるし、お互い信頼してて、その決定に対してとはならないってことですね。一回まずアクションを取らせて、たまにはありますけど、またちょっとお客さんのためにまたタダでやりますって、ちょっとうっとなるけど、まあビッグピクチャーで見たら、まあ賭けじゃないですか。そうですね。その営業活動の中でタダでイベントやってあげるとか、まあいいかっつって、で大体スピード感、あとはその中で楽しめてるかどうか。僕はサッカーは分かんないんですけど、なんか成長ってそういうもんだと思うんですよ。いやすごい大事な言葉が出てきましたね。楽しんでるのか。みんな僕も関わりだして3年経つんですけど、楽しんでる印象はすごいありました。いいです。確かに。でやっぱり今チームとして戦っていく現場のところで楽しんでるかって言ったら苦しんでます。楽しみよりやっぱその苦しみの方がちょっと大きくなってる感じがあるので、そこのアクションが
ワクワクして楽しむ要素がもうちょっと入ってこないといけないのかもしれないですね。けど勝負の世界だから難しいですよね。結果が白黒出るから。出ますね。でもなんかもしかしたら鎌倉インテルの進み方としたら、白黒出るけど楽しんでるかっていうようなキーワードで動くのも一つあるかもしれないですね。あれだけサポーターの方が試合見に来ていただける。でみんなで楽しめるか、試合が勝った負けたはありますよ。負けても楽しんで帰ってもらえるぐらいのものを提供し続けられると、また違う世界観が出てくるのかなってちょっと個人的には。あといろんなカルチャーで楽しむのもいいかもですね。うちは僕すごい楽しいのはいろんな国から来てる子たちがいるんで、その子たちがいるから多分楽しいっていうのも、このモノクロの日本人ばっかりの世界で、だったらあんま楽しくなかったかなっていうのも、こんな会社だから来てみたいっていう人も多いので、だからそういういろんな色を使うっていうかがあるのも、いろんなバックグラウンドかもしれないし、いろんな国かもカルチャーかもしれないですけど、っていう要素があっても、山本さんがシンガポールからやってる時点で確かに一つの色だと思うんですけど、もっといろんな色があっても色をもっとつけていく、増やしていくクラブウィザードボーダーズということでね、いろんな色を見つけていくのも、もしかしたら楽しみの一つとして置いてみてもいい。なので僕たちはそのスポンサーの中で違う色だと思うんですよ。期間もまだ3年だし、オーストラリアから来てる会社だし、っていう意味での勝手な新しい色になりたいっていうのもスポンサーの中で、地域の会社じゃないですけど、じゃあなぜ園芸スクエアなのかっていうところに、そういうエッセンスとして僕らが存在できるのは、僕らならではの色かなと思ってます。じゃあもうそのままの話の流れ、ちょっとインテルが次のステージに進むために期待していることだったり、注文もっとこうなったらいいのになみたいな、なんかあれば、関わりとしてはそこまで深くじゃない部分はあるかもしれないですけど、僕もこれすでにやってることだと思うんですけど、小学生から、大学生までずっと部活やって、小さい時は、サッカーをちょっと小学生の時、中学生からホッケーとクリケットで日本に来たらアイスホッケーやって、でやっぱりいろんなチームに所属する部活をやることによって、やっぱその後その大人になってから役立つことがいっぱいあると思うんですね。でその中で、キャプテンになれたりキャプテンになれなかったりとか、いろいろあるんですけど、やっぱりそのある程度もちろん厳しすぎると良くないんですけど、ある程度厳しい世界に入って、ちゃんとその指導者、自分より分かっている人がいる、その人をちゃんと言うことを聞いて育つような、すごく大事だと思っていて、でそれがもちろん学校として一部あると思うんですけど、学校以外の組織でまた自分の学校毎日会ってない人とうまくやり取りするとか、そういうのすごい大事だと思うので、そのインテルの方もその地域の、小さい子どもたちを育ててサポートしてほしいですね。今ちょうどねジュニアユースが活動がまだ今年から始まったばかりですけど、これから積み上がってくると気づけばその子がインテルのトップチームで所属してる、大学行きながらとかね、そういう子どもたちが出てくれば間違いなく地域の底上げにもなりますし、チームが強くなっていく過程では、J リーグの理念でもあるんですけどね、その J リーグ入りを目指すんであれば、地域密着っていうところがよりしないといけないなって今のをお聞きして、水さんもどうですか？僕それはできて当然だと思って、橋本さんもいるから、もっと上のリーグに行ってほしいです。ストレートやな。ストレートやな。いやなんかいいですよ。それはだからこそ見える景色があるはずなんですよ。先ほどおっしゃって賞を取ったことで次の景色で、先ほど天皇杯っておっしゃってて、やっぱり優勝するってちょっとステージ変わりますよね。だから僕は一緒に歩みたいので、共に歩みたいので、もう一個上に上がった鎌倉インテルがどうなるかを見たいし、でそれをまた僕は鏡に僕たちも成長したいと思ってるので、勝ってください。言うはやすしなんですけど、僕たちも勝つんで一緒に勝ちましょうっていう心です。そうですよね。い
そこやなでも勝つためにやっぱ楽しんでるかどうか、そうですそうですそうです。はい。自分たちの色のポイントではい。持てるかどうかっていうらしさを持ってらしさを、はい。らしさを忘れたらダメですね、はい。らしい勝ち方ってあると思うんですよ。ありますね。そこをな追求してください。僕は監督じゃないんでね、はい。今は、応援しましょう。はいはい。応援する立場なんですけど、ははいいじゃあもうあれか、もう最後の方か。今時間的にどそうですね、もういいぐらいの、いいぐらいということで。すみません、ちょっと喋りすぎちゃってすみません。はい。申し訳ありました。はい。いやもうそろそろお時間ということで、はい、いや個人的にはい今回自分を勉強させてもらった時間だなっていうふうに感じました。まあ、特にこう自分が指導者やっていく上でいろんな多国籍で動いていく時、あと少数でどうマネジメントしていくかっていうところを今日お話をいろいろ伺えたので、楽しかったっていうより僕は勉強になりました。ありがとうございます。でその中でマイケルさんと辻さんから一言ずつ今日のこの撮影で感じたことだったりお聞きしたいなと思うんで、じゃあどちらがいいかな。じゃあ私からはいじゃあマイケルさんはい、いいですか。まあこうやって今日は3人で喋っていますけど、多分見てくれてる方がきっといらっしゃるはい方を期待しています、はいでその見てくれてる方が何か感じたことがあれば、弊社のホームページには問い合わせフォームがあるので、何でもちょっと動画マイケルかっこよかったよとか何でもコメントもらえると嬉しいです。はい、その一方的にこっちが喋る会話にはしたいと思います。はい、いいと思う。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ辻さんもいいですか。僕この場を借りて、その賞の受賞に対して、一緒に働いていただいたお客様だとか、マイクロソフトさんのお礼を伝える場にもしたかったので、一応お礼を申し上げたいですっていうのが1個目で、だと僕橋本さんに会えてめちゃくちゃ嬉しくて、僕2010年の1月1日、天皇杯の決勝、僕はあるチームを応援に行って、橋本さんは現役でいらっしゃって、4対1の試合僕現場で見てたんで、じゃあ対戦相手の方を応援された。そうです、出身そっちなんででその橋本さんと、2022年、僕サッカー好きでカタールワールドカップの現地で少しお会いして、でその時に実は僕橋本さんにこんな会社やってますって言った僕は当時売り上げのないなんかオーストラリアの会社をちょっと始めましたっていう僕が、この3年を経って橋本さんもカムカラインテルの一部となって、なんかこういうお話をできたのは僕的には、僕たちの政権鎌倉インテルを鏡にしてるって話をしましたけど、なんか一つのいい解像度が上がった瞬間で、あえてお話をして、ただなんかこれをいい始まりにしたくて、未来僕たちが見える世界、鎌倉がインテルが見える世界がまた羽ばたくというかいける世界を僕はね望んでいるので、引き続きまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんかすごいいい話を最後までしていただいてじゃあ本日はエンゲージスクエアの株式会社様よりマイケルさん、辻さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。